さて、あまたのメトロイドバニアの中でも頂点とも言える作品の続編が PC のほか家庭用版各種にも登場とのことで、今回はホローナイトシルクソングの紹介を行います。こちら1作目が 97% に圧倒的好評、40万件ほどとなっているメトロイドバニアにとどまらず、世のあらゆるゲームの中でも神ゲーの部類に入る作品です。同ジャンルが山ほどある中で、なぜそこまで受けたのかですが、一つに隠し要素の多さがあります。ホローナイトはストーリーは全ては語られず、断片的な情報で考察を楽しむ作品です。有名どころではエルデンリングが取っている手法です。ここでメトロイドバニアでは定番の通常では見つけることができない侵入エリアがかなり用意されており、壁を入念に叩いたり、あるいは何か条件を達成することで進める場所や登場するボスがいます。それらはこなさなくてもクリアできますが、達成すると物語を紐解く新たな判断材料を得られることもあります。とても困難な条件を含むものもあり、隠された謎が多彩にあるため、メトロイドバニアの主な遊び方、探索と見事マッチするゲームとなり得ました。そこに美術面とサウンドが加わります。オーケストラにより BGM やサウンドエフェクトすべての音が心地よく、可愛らしい形状のボスですら大迫力になります。景観も美しく、独自のタッチの背景や光源は、ホローナイトライクな作品も世に多く生まれたくらいです。一つの標準にもなり得ました。よって物語はよくわからなくても、隠し要素を遊ぶ動機につながります。世界を探索する魅力が非常に高めです。その上、ホローナイトにはもう一つの裏的な顔を持ち合わせています。難易度の高さです。ストーリークリアだけならば20時間で苦戦する場所はあれど、多くの人がクリア可能ではあります。ところが隠し要素をこなそうとすると、地獄のルート、苦痛の道が立ちはだかります。これがあるから評価をマイナスにする人もいるくらいです。しかもクリアしたとしても、ちょっぴりムービーが流れるくらいで、って終わってしまいます。とんでもない内容の暴露とされていますが、物語自体が考察しないとわからないため、それを見せられてもちんぷんかんぷんです。さらに DLC の存在です。DLC を進めるにつれ難易度が上がり、凶悪なボスラッシュが待ち受けます。こなすことで、これまたエンディングが変わるため、マレニアに勝てる人ならば成し遂げられるかとは思います。すべてをこなそうとすると、エルデンリング並みの内容量です。非常にやり込める難しさがもう一つの評価ポイントです。よって一作目から遊んだ方が良いのかどうかですが、どちらでも良いです。今回の新作ホローナイトシルクソングは一作目の序盤にボスとして立ちふさがるホーネットが主役で、クリア後の別の世界での物語です。もしかしたらおなじみのキャラも出るかもしれませんが、2作目のゲーム性は1作目準拠でほぼ一緒です。全く同じ感覚で遊べます。あえて言うなら1作目は2017年発売で、セールだと安価で買えるため、そちらで DLC を兼ねプレイしつつ堪能したら2作目に入るのがおすすめです。あるいは世のトレンドに乗りたいなら2作目からでも問題ありません。本来は1作目の DLC キャラとしてホーネットが遊べるように作られていて、その昔動画で動いてる姿があったくらいです。よって話がさらに深まるのかとも期待されましたが、方針転換により完全新作としてシルクソングにつながりました。8年以上経っており、もう出ないんじゃないかとも言われていましたが、インタビューでなぜ遅れたのか答えられていました。開発規模が少人数である関係上と、1作目で莫大な利益を生み焦る必要がなかったのと、それによりどこまでも作り込んでしまえるからとのことです。制作は難航していたのではなく、順調すぎて盛り込みすぎてしまうためだそうです。それでもどこかで区切りは必要で、この度突然の発売となり、あとは DLC へと続くのでしょう。あわよくば1作目の DLC でホーネット版を出しても絶対に面白くなることは間違いないくらい信頼値が高いです。肝心のゲーム性に関しまして、ホローナイトはメトロイド寄りのメトロイドバニアです。ドラキュラのような敵を倒し、経験値を得てレベルを上げ、敵から装備がドロップするみたいな要素はありません。高難度パズルプラットフォーマー系にも近く、ボスは全て歯応えがあります。簡単ではありません。難しさにおいてはダークソウルっぽさはあります。ただしストーリークリアするだけならばダークソウルよりかは簡単です。と言いたいところですが、経験値でのレベル上げでキャラをとことん強くする要素はないため、人によってはホローナイトの方が難しいかもしれません。探索するほど能力を得て行ける場所が増えるのは定番で、隠し要素の多さにより序盤のマップも再び訪れることがたびたびあります。それに応じ、今までの敵キャラが何らかの段階で強くなる変化も起きます。ライフはゼルダのようなハート式で敵を殴ることでゲージを貯め回復技を使えるのが特徴です。ボスでダメージ
を食らっても攻撃し続ければまたライフを取り戻せます。回復技は隙があるため、どのタイミングで使うかも重要です。一方、ホローナイトライクが出るくらいメトロイドバニアは世にたくさん溢れ、一作目への思い入れがそこまでないのであれば、よくある普通のメトロイドバニアと感じる人もいるかもしれません。それくらいゲーム性はよくあるものです。2017年発売であれほどの品質だから受けた点もあります。それでも押せるのは世界観と美術面とサウンドがあるためです。今遊んでもトップクラスのクオリティであり、2作目を遊びましたが、再び1作目から遊びたい意欲にもつながりました。また恐ろしい、もとい超難しいダンジョンが隠されているのかと思うと震えてきます。ネット上では隠し要素を動画で公開する人が出てくるでしょうが、調べずに自分で見つけた時の興奮は一度しかありません。これぞロマンであり、あるかどうかもわからない謎を追い求め、ホローナイトの世界に浸ってみてはいかがでしょうか。考察マニアな方もぜひとも遊びたい作品です。発売日は2025年9月4日で、定価は2300円の超お手頃価格です。PC のほか家庭用版すべてに対応しています。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、序盤ある程度進めた要素をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。ホローナイトシルクソング。いや、懐かしいですね、ホローナイト。彼らは見る。繊細かつ洗練されたあなたの美しさを。彼らは見る。信仰と労苦によって紡がれるあなたの平穏を。彼らを忘れる。まどろみと霊俗の中であなたの心を。あなたが目覚めるとき、彼らはあなたの真実を知る。剥き出しになった獣の差が。ちょっと読み切れない。初めからポエムで飛ばしてきますね。さあ、どこかの巨大ダンジョンかな。あ、主人公のホーネットでしたっけ？囚われてますね。ホーネットの武器だ。糸を紡ぐ針状の剣ですね。もう一回前作をやり直すことで、なんかわかる部分も出てくるんでしょうけどね。お、ホーネットに力が。ああ。第一章。ファールーム。いや、美しいですね。相変わらず、警官が。そう切るんだ、ホーネット。力を紡ぐ。おお。さあ、このキャラはね、喋るんですよね。前作の主人公とは異なり。ボス戦中、ボスとして出てきますけれど。おお、いいね。力強い。すげえ、初めから、いろんな技があるね。もうすでに。しばらくじっとしておくと、なんか起きるかな。アイドルモーション。ドラキュラでは定番ですけどね。首を振る程度か。とつ移動してみるか。こっちはまずは左かな。パルクール的なモーションもありますね。背景も壊せる。ノリの洞窟？苔か。さあ、早速敵がいますが、ぶった切っていきましょう。倒すことで、空の破片。なんかクラフトもコンスがあると聞きましたね。素材を集めることで、なんかになるのかな。ジャンプ下切りは横にちょっと移動するからね。これ注意が必要だね。上切りも可能。で、そうだ。フォローナイトとかメトロイドバニアといったら隠し通路がありますけど、この作品は特にね、いろんな場所に隠されてますから。下手すると出会えないボスとかもいますね。さあ、新手。おっと、なんか強いぞ。3発か。虫の声も微妙に可愛くてね。しかし、おぞましさもありますね。ここに、あーって声が。あだだだ。力を紡ぐ。ライフ回復か。そうか。ポイントを貯めてね。で、満タンになったら、回復できるんでしたね。あったあったあった。ああ。針にぶつかると。ちょっと戻される。これで地獄をね、見ますね。このゲームは。ああ、なんか強いぞ。ああ、なんだああ、ライフゼロいつの間にか。さあ、やられてしまうと、セーブポイントから、全部戻されたね、こりゃ。素材とか落とすのかな。どうなんだろうね。ああ、溜まってますね。水の中も入れるけど、鈍足になりますね。こっちなんかあるかな。お、ありましたね。隠し通路が。おっと、敵だ。
なんか拾ったよ。なんかの自由アイテムかな。まだ用途はわかりませんね。外装。これはなんだ？あれさっき、倒された自身かな。なんか回収できるかもしれませんね。さらに落ちてるけど、下付きで、跳ねたところでね、取れましたね。今作は初めからこのね、緑が生い茂ってる。前作は結構モノクロから始まりましたけど。で、確かにこのキャラのいるマップがガーデン的な場所でしたね。朽ちたチャペル。これセーブポイントだ。ライフを回復しましたね。現状はまだ休むことしかできない。なんかボス戦がいきなり始まりそうだね。うわー、苔のママが現れた。危ない。まず動きを読むか。初めだからね。そんなに難しくないんじゃないの？お、なんだ。雑魚敵を召喚した。でも雑魚敵は回復要因になりますね。プレイヤーキャラ。倒すことでライフ回復につながる。やったー。うわー。さあ、なんか落としたように見えるけど。取れるわけじゃないのか。あ、道が開いた。下にも行けそうだけど。右ジョイスティックである程度先は見れる。ちゃんとキャラクターも上とか向きますね。骨だまりのふもと？何やつだ。みんな上へ上へと歩んでいく。遥か手前で力尽きる。なぜみんなそこに向かおうとしてるんだ。みんな虫の形状が可愛いよね。遠い昔に放棄された駅。ありましたね、前作も。駅が。主にファストトラベル用ではありましたが。ここでなんか買えるっぽいけど、現状は何もポイント持ってませんね。仮面の破片。前作は仮面がなんか、火でもありましたね。声がするぞ。なんか歌ってますね。祈りの歌。先に行きたいが、試練がもたらされていると。巨大な門が行く手を阻んでいる。歌いは開くと、信じてるようだね。さらに、ペンダント、破片、道具を獲得、ベンチで設定できる。これはコストを払って、なんか特殊な能力が得られるアイテムですね。いろんな組み合わせが考えられますが。我々の同胞たちが、そこかしこで身を隠している。迷子を見つけてほしい。前作の芋虫要素かな、これは。今作は飲みを集めるのか。前作は全部集めたらとんでもないことになりましたけどね。休んで、ここで道具を装備。破片のペンダント。倒した生物からより多くの殻の破片を取得できる。今作は UI がちょっと変わってますね。コスト式とはちょっと違うのかな。今んとこね、見る感じ。飲みは5体なのか。じゃあ、芋虫とはちょっと違うかもしれませんね。地図を作っている。もらえそうだね、地図が。やったー。L1 長押し。名前はシャクラ。いずれ敵になるかもしれない。このゲームの場合。現在地はわかりませんね。まあ、一番左上かな。行ってない場所はこれでわかんのかな。お、あらら、敵か。危ない危ない。なんか前作もこんな祈ってる敵いました。いたような気がすんな。こいつの敵なんだ。なんか糸で敵化しますね。ホーネットがなんか影響してんのか、これは。よし、力紡ぐ。うわー。シルクの槍。R1 でシルクを消費し、武器を投げられる。力を紡ぐ。ここに設定されたようだね。R1。おお。前作投げてましたね、確かに。プレイヤーキャラに向かって。それが使えるようになったんだ。ここは通れんの？おらー！いけますね。さあ、助けられるかな？おらー！やった！あれ？助けんじゃなかったの？ボスだった。うわー、大変だ。えらいこっちゃ。やったー！いや、終わりなのか？倒したパイね。こいつは編集を残していなかった。ああ、でも逃げ始めた。おお。移動する。これでワープできるんだ。で、これは出来上がってますね。ちょっとずつね、街とかにも変化が起きるのが、ホローナイトの特徴ですね。そのうち様子がおかしくなることもありますが。修繕？こっちは、衣。なんか倒せって話か。これでより、街が発展するのかな。あれはなんだ？こういうやつか。前作にもあった。伝っていくやつですね。さらに、燃えてますね、なんか。お、うわー！
爆発だ。力を紡ぐ。うやー。俊敏なる足。R2。ダッシュかな。ようやくダッシュ終えた。ジャンプ中も可能である。これで行けない場所にも、ちょっと行けるようになったかな。おっとー、わらだー。おいおいおい。うわー。おいおいおい。うわー。やられた。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。